皆様お疲れ様です。ぴょん吉です。唐突ですが皆さん、ゆっくり実況といえば、おまんじゅうの二人組が、楽しそうに掛け合いしながら進行していくのが定番ですよね。それに引き換え私は一人、延々と独り言を言っている寂しいウサギちゃんなわけですよ。で、何が言いたいかっていうと、相棒が欲しい。って思いました。なので今から相棒を DIY で連成していこうと思います。ついでに超簡易的ではありますが、自作の立ち絵を IMM に導入するまでの手順を動画にしていこうかなと思います。おまんじゅうさんたちや、解説系でよく見かけるずんだもんちゃんとかは、絵師様たちが無料で配布しているものがあるので、そちらを使っていけば問題ないと思いますが、私のように、一から手書きでキャラを作ってゆっくり実況やってみたいよって方がいらしたら、参考にしていただけたらいいなと思います。それでは早速やっていきましょう。さて何はともあれイラストを用意しないことには始まらないので、お絵描きしていきましょう。なお今回お絵描きに使用しているソフトはクリップスタジオです。別にクリスタじゃなくても大丈夫で、レイヤー分けできて10日 PNG で保存できれば特にソフトは何でもいいと思います。ぴょん吉作ってる時にアイビスペイントで作ってらっしゃる方の動画参考にしたので、先ほどお伝えした機能が両方入ってる使い慣れたソフトを使っていただければいいと思います。ラフのようなものを描きながらキャラの方向性を決めていきましょう。私がウサギモチーフなので、猫か犬かなとか、私が比較的喜怒哀楽がはっきりしているようなイメージで描きましたので、相棒くんはおとなしい感じのキャラにしようかなとなると色味は OK で、じとめかなとか考えながら、この考えながら描いてる時間が一番楽しいまであります。なんとなく形ができてきましたね。でもこっからさらに微調整、誰にやらされてるわけでもないので、自分の納得がいくまでやりましょう。続いてペン入れしていきます。ここで一つ注意事項なんですが、ペン入れのあたりから、体と表情は別々のレイヤーに分けて作っておいた方がいいです。全部ひとまとめのレイヤーで書いちゃうと差分作るときに大変になっちゃいますので、細かい説明は後ほど。さてペン入れ終わったんで次は色を塗り塗り、当初の予定通り青系の色でまとめていこうと思います。全く関係ない話になりますが、こういう獣系のキャラ描こうって思うと、ついマロマユつけたくなっちゃうんですよね。マロマユの獣キャラって良くないですか？上司がいたら教えてください。あらいいですね。ポケモンの中間進化にいそう。ちなみに一番好きなポケモンはミミロルです。DLC で追加されませんでした。誠に遺憾です。さてお目目も塗り終えて色々調整して結構いい感じになりました。通常立ち絵って感じになりましたね。この辺から差分の作成に入っています。差分っていうのは、通常がこれとして、こういうのとか、こういうのとか、こういう動きのある別パーツの部分ですね。これは先ほどお話しした通り、別レイヤーで作っていってください。YMM で立ち絵を表示させるときに、ぴょん吉を例に挙げると、こういう体のパーツがあります。これとは別に、こういう目のパーツがあります。この目のパーツと体のパーツを組み合わせて立ち絵を作るのですが、目のパーツはこれ以外にも、数種類あり、この組み合わせだけでも6種類の立ち絵が表示できます。これは体パーツと表情パーツを別々に作り、さらに表情の各パーツを別々に作ることで可能となっているのですが、ペン入れの段階で体と表情を同一のレイヤーで作成してしまうと、そのレイヤー内で描画したイラストがそのまま表示されてしまいますので、先ほどのように体のパーツは同じだけど表情のパターンを複数作るっていう工程が、非常にめんどくさくなってしまうんですね。特に私は簡易的に体と表情の2種類しかパーツ分けしていませんが、実際は眉、目、口、髪、顔色、体、他、あと、やろうと思えば8種類のパーツを分けて使うことができますので、そうなってくるとますますレイヤー分けしておかないと不便なことになってきます。ということなので、特段のこだわりがなければガシガシレイヤー分けしていくことをお勧めします。さて、差分データがある程度出来上がりましたら、そのデータを格納するフォルダをお好きなところに作りましょう。私は YMM のフォルダ内に、キャラ素材という名前のフォルダを作りました。そしたらさらにその中にわかりやすいようにそのキャラの名前でいいのでフォルダを作りましょう。今回作ったキャラは猫のニャンタくんという名前にする予定なので、ニャンタフォルダを作りました。そしたら再びクリスタに戻りまして、画像を10日ピングで保存していきます。クリスタならやり方は簡単で、一番下の用紙という部分のチェックを外すだけです。イラスト背景が格子状の白とグレーになってれば OK。そしたら今度は差分ごとに保存して、保存したデータを先ほど作ったニャンタフォルダに放り込んでいきましょう。ファイル名はわかりやすいのをつけておくといいです。何回タイピングミスしとんじゃ。
し終えたらフォルダ内はこんな感じになってると思います。ここで新たに体フォルダを作り、イラストデータを全部体フォルダにぶち込みましょう。ここで使うフォルダ名はさっきご説明した、眉目口髪顔色体ホカーと、このどれかの名前にしておかないと、YMM 側が対応してくれませんので気をつけてください。また先ほど言った順に手前に表示されますので、ほどほどに適当に入れましょう。したらこれを表情のデータでも同じようにします。表情は顔色あたりにしておくとわかりやすいかもですね。ちなみにここでも要注意なのですが、読み込んだイラストデータに、線画と色以外の不純物、要は予期せずについてしまった線や色が混じっていると、YMM でエフェクトをかけた時に不格好になるので、データ保存する前にしっかり取り除いておいた方がいいと思います。具体的にはこうなります。マジで気をつけましょう。テンション型落ちです。さてここまで来たらあとは YMM 側での作業になります。もうちょっとですので頑張りましょう。お次は YMM に移りましょう。ファイルのキャラクター編集を選び、新規作成からの新しいキャラクターにをクリック。下の方にある立ち絵種類というところを動く立ち絵に変えましょう。すると先ほど説明しましたフォルダ名と同じものが現れますので、素材の場所のところに先ほど作ったファイルのニャンタを選択します。イラストデータがちゃんと入っていれば成功です。OK ですね。そしたら YMM のタイムライン上でもしっかり表示されるか確認してみましょう。デビだ。位置取り確認用紙、微細なゴミはないようですね。同じ失敗はしない。さてじゃあ差分動かしがてらなんか喋らせてみましょう。こんにちは、にゃんたです。よろしくお願いします。みたいな感じっすね。大丈夫そうですね。お疲れ様でした。これで無事 YMM で導入ができましたね。あとは各々好き勝手いじって理想のキャラクターに仕上げていきましょう。はい、お疲れ様でした。それでは準備が整いましたので、早速にゃんたくんをお呼びしましょう。にゃんたくん。はーい、皆さんはじめまして、にゃんたです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しかしあれですな。改めて並んでみると、私の線がガビガビだなおい。これ書いた人本当に同一人物か？まあぴょん吉さん作ったの半年前だし、さすがに半年も経てば線の引き方が変わるのは致し方ないかと。これ機械見つけて私も書き直さないとわけわかんなくなりそうだな。ぴょん吉さんの時よりも明らかに作業効率は上がってたんで、そんなに遠い話ではないように思えるよ。そもそも作ってる本人が違和感を覚えてるし、年内には何とかしようと思ってるんじゃないかな。その後ろの白い丸もずっと気にしてたしね。ここの微調整するくらいならいっそのこと書き直してほしいな。その辺はおいおいやっていくことにして、とりあえず、今回は相棒作成の副産物として YMM での自作立ち絵導入を超簡易的に紹介しましたが、いかがだったでしょうか？ややこしいことはそこまでなく、お絵描きをする環境が整っていれば挑戦しやすいですし、何より自分が描いたキャラがわちゃわちゃ動いてるのは結構楽しいですよ。興味を持った方はぜひともやってみてくださいね。そして次回の動画からはにゃんたくんも参加して一緒に楽しんでいこうと思います。普段はインディーゲームやちょっと古めのゲームの実況をやっているチャンネルなので、この動画を見てくださった方々にはぜひ他の動画も視聴していただけると幸いです。今はカービィのバトデラ実況をやってるんでよかったら見てね。それでは本日はこの辺りで、バイバイ。エンディングもにゃんたくん込みのやつ作らないとだね。そうだね、やることいっぱいだ。